僕は勝井裕二と言います。ロボという6人編成のバンドをやっていて、インストゥルメンタルなんですけども、僕はエレクトリックバイオリンを弾いています。今僕は、リバーブドットコムの東京のオフィスにいて、この撮影をしています。今日はこれから、僕の、ペダルボードの紹介をさせてください。まずこの楽器がありまして、エレクトリックバイオリンです。僕が使っているこのエレクトリックバイオリンは、原田バイオリンっていう、個人の制作の、もので、僕のために、特別に作ってもらった5弦のエレクトリックバイオリンを使っています。でペダルボードなんですけれども、いつも同じというわけではないんですけれども、今日は、まず最初に、ラット、歪みのラット、次がアースクエイカーデバイセズの、ハミングバードで、ペダルワウ、これ DOD の、ペダルワウですね。で、次にアースクエイカーデバイセズのリバーブゴーストエコーで、これ全部直列なんですけれども、今度これ上に行って、アースクエイカーデバイセズのオルガナイザー、アーパノイドでビットコマンダーで、こっち行かないで、これライン6です。これライン6一番初期型のやつなので、この初期型の音が気に入ってます。今日は主に多分、ループとして使うと思うんですけども、普段はいろんな使い方をしてます。それから、こっちは、次にこの出てくるのは、ボスの、デジタルディレイの DD5 で、これは主にどういう役割をしているかっていうと、ディレイいくつもあるんですけども、タップテンポですね。タップテンポで、いろんなテンポを入れて使うっていうことが多いです。で次にアースクエイカーデバイセズの、アバランチラン。これは本当にいろんな使い方ができるので、発信させたり、リバースだったり、その時々によっていろんな役割をこれはやってくれてます。で、あとは最後に、これアニーボールのボリュームペダルを元にしてシンズミュージックの鈴木慎さんの作ってもらったボリュームペダル。これ横のはこのライン6のエクスプレッションペダルですねっていう感じです。このペダルの中で、全部重要だと思ってだからこう使ってるんですけども、中でもその一つだけどうしても選ばなきゃいけないというとですね、ボリュームペダルを除けば、ボリュームペダルは一番絶対重要なんですけども、ボリュームペダルを除けばペダルワウなんです。っていうのはちょっとこれ演奏しながらやってみましょうか。僕はこのペダルワウを常にオンにしてあるので、演奏しながらこれでコントロールしていくんですね、音色を。みたいな。これが僕の、やりたいことをやるためにはこのペダルワウをこう常にオンにしとくっていうことが大切なので、これが一番大切かなと思ってます。ハミングバードとアースクエイカーデバイセズのハミングバードとオルガナイザーと、アルパノイド、これは常に使ってるんですけども、バイオリンっていうのはギターと違って殺弦楽器なので、音がこう要するに持続するわけなんですけども、これに対してこの3つの中の特にアルパノイド、それからハミングバードっていうのはそのリズムに関するアプローチっていうのができるので、それはやっぱりそういう使い方をしますね。例えば普通にフレーズを
というようにこのハミングバードやアルパノイドでこう得られるその波形というかリズムのパターンのそれを例えばそのなんてパルスと捉えてそれをその例えばそのループするときにそのなんていうかな音符のそのパルスと捉えてやるっていうようなアプローチをすることがありますね。ビットコマンダー、アースクエイカーデバイスのビットコマンダーに関してなんですけども、僕はこれは2つ2つって分ける必要はないかもしれないんですけども使いたいやり方が方法っていうかあって、一つはやっぱりそのベース的な特に僕はその即興演奏インプロビゼーションでいろんな人とセッションなんかをするときにそのこうとっさに僕がそのバイオリンというよりはなんかベースのパートを担当するようなことも今のはその2つ目も同時にやってみたんですけども、2つ目っていうのはそれはベース的な要素だけじゃなくて、これ僕その、ビットコマンドの前に直列のビットコマンドの前にペダルアームが来ているので、これを可変させるとそのビットコマンダーのかかり方っていうのが変わってくるんですよね。これは結構なんていうか結構破壊的な音っていうかトリッキーな音がするので、これはすごく楽しくこういう感じで使いたいなと思って使ってます。DL4 に関しては、ルーパーとして使うことが多いのは、まず一つにはそのサンプリングレートを変えられるっていうのでことがあるので、例えばそのこういうようなトリッキーな使い方が割と好きで使ってるっていうのもあります。他のルーパーもいくつかもちろんいくつか持ってて、ボスのループステーション、それから今日はここに入ってないんですけども、ボスのデジタルディレイの DD7 のループの機能っていうのが割とリズムのループはそっちが作りやすいので、それとこれと両方使うことがあります。ちょっと今日は入ってないんですけども、それが僕の DL4 ですね。このサンプリングレートを変えるっていうのはその、要するに逆もできるわけで。っていうようにそのリバースとそのサンプリングの
変化させるっていうのがやりやすいので、DL4 のルーパーを使うことが多い理由ですね。今日は入ってないですけど、普段のセッションでよく使うようなペダルっていうのはありますか？ペダルボードに関してなんですけども、ペダルボードはやっぱりこれ持ち運ぶ以上ですね、固定されてないとその持ち運べないのでバラバラになっちゃいますので、大体ここの、枠の中に入ってるものっていうのはこれちゃんとマジックテープで固定されているので、これは大体常に使うものなんですね。で今これちょっとこのアバランチランやハミングバードっていうのは普段も使ってますけども、大体僕はここにあるペダルだけじゃなくて常に予備にたくさんペダルを持ってきていて、でその日の例えばソロ演奏なのかインプロビゼーションのセッションなのか、それとも自分のバンドのライブなのかっていう、それから自分のバンドのライブだったらセットリストによってどういうペダルを入れるかっていうのをなんていうかオプションでちょっとずつ変えていくっていうことをしてます。やっぱうちのペダルライト眩しすぎますよね。そうこれこことこことここと全部アースクエイカーだけっていう。いや俺ねちょっと特にね、光の強い光とか光の点滅にすごく弱くて俺。でやってるでインジケーターも全部目張りするんですけど、アースクエイカーの目張りは本当二重か三重にしないと。僕がこのエレクトリックバイオリン、これは原田バイオリンっていう原田さんっていう方に作っていただいているんですけども、エレクトリックバイオリンっていうのはエレクトリックギターみたいにメーカーとか種類っていうのはそんなにやっぱり選択肢多くない。ただ全くないかっていうとそうでもなくて、アメリカなんかは結構いろいろメーカーも多いですし、いくつも。日本でも、それこそ例えばヤマハのエレクトリックバイオリンなどもあって、そうですね、特に日本ではヤマハのエレクトリックバイオリンっていうのは非常に手に入れやすいですし、クオリティも高くてというふうに思ってます。僕はもともとは一番最初は R&ベルっていう日本のメーカーもないメーカーですけどのバイオリンを使って、その次はスタインバーガーギターでもあるんですけども、スタインバーガーのエレクトリックバイオリンっていうのを使ってたんですけど、これが世界で多分100本も作られなくて、いろいろパーツになどがメーカーが続かなかったもので、パーツを交換できなくなったりして使えなくなってしまって。その次に僕ゼータっていうアメリカでも結構有名な大手のエレクトリックバイオリンのメーカーでは大手のゼータっていうメーカーのを使っていて、これもすごい良かったんですけども、やっぱりちょっと日本とアメリカっていう地理的なハンデもあって、例えばパーツの交換であるとか、修理みたいなこととかっていうことがちょっとなかなか僕はライブの回数も年間多いですし、あとやっぱり野外フェスティバルとかなので演奏する機会が多いので、もう雨の中とか風の中とか寒いとか暑いとか他のバイオリンプレイヤーが思いもよらないようなところで毎日演奏しているので、楽器に対する負荷っていうのはやっぱかなりかかるんですね。なのでいろいろパーツ交換が必要だったりするっていうことの経験を得た上で原田さんという方に出会って、原田さんに僕が今置かれている状況っていうか、自分の活動の状況とかやりたい音楽とか出したい音のことを相談して、作っていただいているっていうことです。
僕のバイオリンはこれ5弦なんですけども、なぜ5弦かっていうと、それは単純に弦が1本、これは下に、低い方の弦がついていて、それだけその音域が広がるわけですね。で普通のバイオリンっていうのは4本 E、A、D、G っていうこの5本のうちの高い方の4本、これがいわゆる普通のノーマルバイオリンでの音域で、低い方から4本っていうのがこれビオラの音域なんですね。なのでこのビオラの一番低い弦である C っていうものがついてる。なのでこの5弦バイオリンだと、いわゆるバイオリンの音域とビオラの音域を、両方出せるっていう。あとは結構やっぱその僕バイオリンプレイヤーなんですけど、なんていうか低い音の響きっていうのは好きなので、やっぱりこの低い音がついてる出せるっていうのはなんていうかな、もうずっともうエレクトリックバイオリン持った時から5弦なので、今はもうなんていうかこれが5弦じゃないっていうことはもうむしろ逆に考えられないっていうか、そういう感じですね。3歳か4歳ぐらいからいわゆるクラシックのバイオリンの、を始めていて、それは10代、だから10代の半ばまでやってましたので、12年ぐらいはクラシックのバイオリンのレッスンを受けてました。でもうそのクラシックのバイオリンを、レッスンやってる途中からいわゆるロックとかジャズとかクラシック以外の音楽をその10代の前半から聴いて、それに夢中になったので、バイオリンをそのクラシックのバイオリンをやりながらなんですけども、エレキギターやエレキベースを買って、15歳ぐらいから、ロックバンドを作って、いわゆるそのいろんなベニューで演奏したりレコードを作ったりするようになって、そういう活動をしていました。エレクトリックバイオリンに関しては僕20歳ぐらいの時にいわゆるこういうソリッドの、タイプのエレクトリックバイオリンっていうものを、それまでそういうものを知らなかったので楽器屋で発見して、今までそのクラシックっていうかそのバイオリンのメソッドっていうものを持ってたっていうものと、もうすでにエレキギターなどを弾いていたので、そのエレクトリック楽器のその仕組みっていうのはもう分かってたんですね。要するにここにつないでこういうものがつながって、アンプから音が出ると。で自分がやりたい音楽、例えばエレキギターとかドラムスとかと一緒に音量的にも一緒に演奏することができるっていうことをそのエレクトリックバイオリンを、見た時に思いついたと。それからはもうずっとエレクトリックバイオリンをメインにして、演奏活動をしています。エレクトリックバイオリンにそのエフェクターを多用するっていうことに関してはいろいろなことができて楽しいなっていうことももちろんあるんですけども、そのエレクトリックバイオリンっていうのはまだなんていうのかな、エレクトリックバイオリンを使った音楽っていうのはなんていうかまだ完成されてないっていうか、例えばそのエレクトリックギターと比べて考えると、例えばジミ・ヘンドリックスみたいな人がいて、ジミ・ヘンドリックスの音楽があってエレキギターっていうものはやっぱりちゃんと完成してるっていうかしたんだと思うんですよね。別にジミ・ヘンドリックス一人の功績ではないと思いますけども、ただエレクトリックバイオリンに関してはそのバイオリンをアンプリファイドするっていうことだけじゃなくて、エレクトリックバイオリンとしての音楽っていうもの、エレクトリックバイオリンがあるからこそできる音楽っていうものを作りたいなとっていうのが僕のなんていうか大きなその音楽をやってる一つのテーマでもあって、そうするとそのバイオリンをそのアンプリファイドするっていうこと以外に、いろんなそのサウンドの、挑戦しようっていう、気持ちがあるので、エフェクターを、多用するっていうことですね。あとは僕はそのロボっていうバンド以外にも後で演奏しますけども、ソロでエレクトリックバイオリンのソロの、ライブっていうのが結構よくやってるんですけども、その時にはやっぱりさっきもちょっと使ってみましたけども、ルーパーとかディレイとか
っていうのをこう対応して、そのサウンドオンサウンドっていうか、その自分の音に自分の音を重ねていくことで、その新しい音のこう重なりっていうのをこう作っていくっていう、そういう必要性があってこうルーパーとかリレーとかっていうものを対応しているっていうことだと思ってます。Wow.